こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回はなんと Xbox 様より10月発売の最新作忍者ガイデン4を先行プレイさせていただきましたので、ご紹介とプレイレポをお届けしていきます。いやー、私過去にも何度かお話ししていますが、忍者ガの大ファンで、初めて触った高難易度ゲームであり、アクションゲームを好きになったきっかけでもある作品で、ものすごく思い入れがあるので、今回このような貴重な機会をいただけて、本当にとても嬉しいです。なお、今回の先行プレイでは、ゲーム序盤のチャプター0から3までの全4ステージをプレイできました。プレイ映像及びスクショの撮影は禁止されていましたが、Xbox 様より映像素材をいただいていますので、今回はご提供いただいた映像とともにお話ししていきます。ちなみに私は忍者側1から3に 3RE、ブラックに2ブラック、シグマ1、2、それに今年8月に発売された 2D の新作、忍者ガイデン、レイジバウンドなど、一通りのシリーズは触ってきています。シリーズで一番好きなのは360版の2で、こちらは最高難易度の超人クリアまで遊びました。まずは今作の概要からご説明していきます。本作はチーム忍者とレオネッタやミーエオートマタでおなじみのプラチナゲームズとの共同開発によって生まれた忍者ガシリーズ13年ぶりのナンバリング最新作です。マイクロソフトのフィル・スペンサーさんの後押しがあって、今作のプロジェクトが始まったと公表されており、Xbox ゲームスタジオがパブリッシャーを務めるタイトルにもなっています。発売日は2025年10月21日で、定価は8900円。対応機種は Xbox シリーズ X、S、PC、Steam、そして PS5 となっていて、発売日初日からゲームパスに対応することも決定している作品です。まずこの忍者ガイデン4、13年ぶりの新作ということもあって、主人公がこれまでの竜はやぶさから新キャラクターとなるヤクモという青年に変更されています。主人公を変更した理由については、新規プレイヤーがまっさらな体験を始めるにあたって、同じ目線に立ち、同じように成長してくれるキャラクターを作り出したかったと語られています。やっぱり忍者画といえば竜はやぶさのイメージが強いよなという気持ちは私自身もありましたし、主役交代正直大丈夫かなという思いもあったのですが、実際に今作忍者画4でヤクモを操作してみて、その考えは完全に消え去りましたね。新しい技、アクション、動きを取り入れつつも、ヤクモには忍者画を代表する技、テクニック、動きがしっかりと継承されていて、触り始めて数分で紛れもなく忍者画だと感じることができる手触りでした。敵の体を欠損させてから滅却するという忍者画2のシステムをそのまま引き継いでおり、飛燕に椅子直落とし、自動的に近くの敵に向かってジャンプする肩掛け、首切り投げに絶技、着地絶技ももちろん使用できますし、操作方法も変わっていません。私は試しに忍者画2を触ってから忍者画4を、また忍者画2をって感じで交互に触ってみましたが、全く違和感なく基本となる技をそのまま忍者画4でも利用することができました。その上で忍者画4で新たに加えられたシステムや技なども非常に多く存在し、そのどれもがダイナミックでスピーディーなものばかりとなっていて、映像、演出の派手さも相まって、とにかく操作していて気持ちいいと感じられましたね。ちなみに今回プレイさせていただいた中では、新主人公のヤクモだけでなく、竜はやぶさもしっかり使用ができました。凄まじいスピード感を持つヤクモに対して、竜はやぶさはいつも通りのスピード感となっていて、まさしくヤクモの操作感はプラチナゲームズらしいような新しい手触り。そして竜はやぶさの場合は過去の忍者画らしい手触りって感じでした。とにかくヤクモはダッシュも壁登りのアスカ返しも何もかもあらゆる動作が速いです。特にアスカ返しのスピードは多分誰が見ても驚くと思います。ゲームの作りは過去作と同様、チャプター形式のステージクリア型アクションゲームとなっています。ステージ内にはアイテムショップが点在し、お金を利用して様々なアイテムを購入できる他にも、任務と呼ばれるサブクエストも存在。
特定の敵を何体倒すとか、特定のアイテムをいくつ見つけるとか、任務は複数まとめて同時進行することができ、達成すると報酬としてお金やアイテムを受け取ることができます。また、アイテムショップにたどり着くと HP が自動で最大まで回復し、その効果は一度だけでなく何度も無料で利用が可能でした。ちなみに、竜はやぶさを操作しているときは、アイテムショップがいつもの村正ショップになって、おなじみの BGM も流れることも確認できました。また、ステージ中の収集物として、ウリビオタンという生物が存在。逃げ出すタイプなんかもいるとのことで、捕まえることで収集できます。私が触った限りでは、スカラベは見つからなかったですね。さらに、ステージ内には、煉獄と呼ばれるサイドミッションが存在。煉獄に入ると別のエリアへとワープし、ウェーブ制の戦闘が始まります。難易度は6段階存在し、高い難易度であるほど報酬が増加するシステムです。やられても特にリスクはなく、何度もやり直しが可能でした。その他にも一部ステージにはタイミングよくジャンプしたり、スライディングしながら疾走していくレールアクションも存在。グラップルフックのような新アイテムもあって、ステージギミックだけでなく、戦闘中にも使うことができ、敵の群れから一時離脱したい時や、遠距離武器を持った敵に近づきたい時などに有効に活用できました。なお、難易度についてですが、難易度は忍者が経験者からしてみると、ノーマルで簡単すぎず、難しすぎず、いい感じに楽しく遊べる感じの印象でした。アクションとしては、こちらの攻撃力が高いけど、敵の攻撃力も同様に高く、どんどんなぎ倒していける一方で、ひとたび動きを間違えて、敵に囲まれると、大ダメージを受けてしまう時もあるって感じ。いわば、しっかりと忍者がらしい調整にも感じられましたね。また、最低難易度のヒーローでは、瀕死になると敵の攻撃を自動で防御、回避してくれるオート回避、オートガードが存在。さらにボタン連打で快適に攻撃できるオートアシストもありました。オート回避、オートガードともにたまに出るって感じではなく、ほぼ全ての攻撃に対して有効な感じで、コントローラーを触らず放置していても、延々敵の攻撃を回避、ガードし続けてくれました。そして、オートアシストの方も弱攻撃連打で滅却まで行ってくれたり、絆落としまで出してくれて、これらのシステムを利用すれば、アクションゲームが苦手な方でも、存分に気持ちのいいアクションを楽しめるような感じの設計でした。ここからは私のわかる範囲内で過去作と忍者ガフォートの違いをお話ししていきたいと思います。まず武器種に関して、ヤクモの武器は十字キーに割り当てられていて、メニューを開かずにその場ですぐに変更が可能。おそらく十字キー4つ分の武器の使用が可能なのかなと思います。私がプレイさせていただいた中では、ヤクモは二刀流と槍を使いました。竜はやぶさに関しては、この十字キーに忍法が割り当てられていたため、もしかすると竜の武器は竜剣だけかも。爪やコン、大釜が好きだったので、この辺りの武器が忍者が4にもあるのかどうかが気になります。そして敵を倒した際、1や2では敵からエッセンスを取得することができましたが、4ではこちらは結界に変更されていました。結界はエッセンスと同じような丸いオーブですが、私が触った限りではその名の通り赤色のみが存在。敵を倒した場所にドロップし、取得すると HP をわずかに回復することが可能でした。こちらは過去作同様、絶技引導を行うことができ、結界1つを吸い寄せてレベル2絶技を、結界2つを吸い寄せてレベル3絶技を使用することができます。着地絶技の使用は過去作と同じと言っていい感触でした。あとはカメラについて、忍者ガ2ブラックで最近初めて忍者画を遊んだって方は、カメラワークに不満を感じた方もいるかとは思いますが、カメラワークに関しては忍者画4では安心していいと思います。現在のアクションゲーム同様のカメラになっています。特に気になる部分はなく、快適にプレイできました。最後に総括です。忍者ガシリーズ13年ぶりとなるランバリング最新作の忍者ガイデン4は、過去作、特に忍者ガ2の要素をベースに多くの新要素を取り入れているような作りになっていて、忍者が過去作、特に2を触ったことがある人なら違和感なく今作を楽しめるんじゃないかと思います。
それでいて新キャラクターヤクモの凄まじいスピード感と様々な新しいアクションはレオネッタやニーエオートマタのようなプラチナゲームズの DNA をしっかりと引き継いでいるような触り心地にも感じられ、まさしく忍者画を現代向けに進化させた作品だと感じられる仕上がりになっています。ヤクモのスピード感や使用感は過去の忍者画シリーズを遊んだことがない現代のアクションファンにも受け入れられやすいような手触りになっているなぁとも感じられました。忍者画4を遊ぶにあたって過去作を遊んだ方がいいかどうかですが、ストーリー的には過去作を触っていなくても遊べるような作り。ただアクション的には過去作のテクニックがそのまま使えるので、過去作を遊んでおいた方がよりスムーズに楽しめるとも思いました。忍者画シリーズはシグマ1、シグマ2、3RE と2ブラックが現在ゲームパスに対応しています。どれか1本だけゲームパスで遊ぶなら今年発売されたばかりの2ブラックがおすすめ。一通り楽しみたいならシグマ1や 3RE も触ってみてほしいです。ちなみに Xbox ストアではシグマではない初代1のブラックや初代2も販売中。2作ともにエンハンスドに対応していて 4K の美しい映像でプレイすることも可能です。購入して遊びたいという方にはこの2作もめちゃくちゃおすすめです。13年ぶりのナンバリング最新作となる忍者ガイデン4は10月21日に発売し、発売日初日からゲームパスに対応します。かつて忍者画シリーズが大好きだった方、忍者画シリーズ遊んだことないけどハイスピードなアクションゲームが好きな方にはぜひ触ってみてほしいタイトルです。正直忍者画シリーズは 3RE で少し持ち直したものの3の出来が良くなくて今回の4大丈夫かなという思いもあったのですが、冒頭を触った限りでは本当にシリーズ最高傑作かもと思えるくらい素晴らしい作品でした。新しい要素がたくさん増えていますし、忍者画は作品によってプレイ感も全く異なるので一概には言えませんが、新時代の忍者画として本気で面白かったです。ということで今回は忍者ガイデン4の先行体験レポをお届けしました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。